日本車全部こうなってますが、アッカーマンスリング 10m ですね。日本車もね、早くパラレルスリング 10m にしてほしいですね。この辺の詳しい、ジオメトリーの話は私の車お役立ち情報のコーナーでやってますので、よかったら見てください。対地キャンバーをチェックします。日本車にこんなに対地キャンバーがついている車初めて見ました。いや、素晴らしいね。道路でコーナリングが気持ちいいと思った。CVT ニラトロニック行きます。クロスレックでも言いましたから詳しくは言いませんが、最近のそのトルクモードに非常に近くなってきてるレボーブとかアートバックとか、2.4 の STI とか、そういう CVT と比べるとちょっとスバルの一世代前の CVT ですね。だから少しこう踏むぐらいだとCVT 感抑えられてるんですが、ハーフぐらいまでも踏むともう思いっきり CVT っていう回転がガーンと上がって加速がついてくるという、非常に私の嫌いなフィーリングの CVT になりますね。普段の車の流れに沿って少しアクセルを踏み込むぐらいでは不快な感じはないんですけどもね、思いっきり踏むと思いっきりウォーンっていうね、そういう CVT です。なのでもう何度でも言いますが、早くトルク混合ともしくは DCT にしてください。このインプレッサのいいところはね、ガソリンエンジンモデルがあるとこね。だからクロスレックは E ボクサーしかなかったけど、インプレッサはガソリンのみがあるんで、そこがまたいいなと思いますね。ボディ構成、これもクロストレックと全く同じですから、同じ、プラットフォームで作ってますので、このエンジンの馬力、そしてタイヤのグリップから入ってくる入力、それに対して、十分な余裕のあるボディ構成があります。で、私ボディ構成の基準というのは今言ったように馬力、路面からの入力、価格、そういうのを考慮して、高い、低い、あるいは少し足りないとかね言ってますけど、タイヤがハイグリップなれば入力大きくなるし、太くなれば入力大きくなるし、パワー上げればね、シャシーの負荷が大きくなるので、パワーが上がってグリップが上がるほど高いボディ構成が必要になります。で、常にボディ構成が高いって言ってる時はそれらに対して余裕がある状態ですね。で、なおかつ振動まで低くなってるっていうのはもうかなり余裕があるレベルになってるというふうに理解してもらえればと思います。なのでこのインプレッサに関して言うと、価格、エンジンの馬力、そして、タイヤのグリップ、これら全てに対して、余裕のある高いボディ構成があります。ブレーキはね、剛性感も効きもいいですね。で、踏めば踏むだけ効く。スバルブレーキはね、基本的にはどのモデル乗ってもいいですね。僕が注文作れるとしたら、やはり日本車全般に言えることですが、ブレーキ容量をもう1インチ上げてくださいということぐらいですね。効きとかフィーリング、ブレーキの剛性感っていうのはスバルの車はいいです。
エンジンはスバルは水平対空4気筒エンジンなんですがね、同価格帯の直列4気筒エンジンと比べると極めて振動が少なくスムーズに回ります。でこれがスバル車の大きな魅力の一つですね。で今インテリジェントモードで走ってます。で少し加速をしてますね。CVT がね、振動が普通のトルクモードなんかと比べると大きいし、回転が先に上昇してノイズも大きいので、やっぱり良くなったとはいえエンジンの魅力を伝えないようにしちゃってる。なのでこれがトルクモードだとこのエンジンの気持ちよさっていうのが誰が乗ってもすごくよく分かるようになる。それを考えるとね、もったいないなと。スバル車の大きな魅力の一つであるエンジンの素晴らしさっていうのが CVT でぶち壊してると。なぜ自ら自分たちの魅力、大きな魅力であるエンジンの良さを、フィーリングの良さ、滑らかさ、振動の少なさっていうものをわざわざ振動が大きくて、フィーリングが悪いドライバビリティの非常に低い CVT と組み合わせてしまったのかなと。渋滞時のカタログ上の燃費のために非常にもったいないことをしてると思いますね。で S モードしました。ちょっとまた後ろ来てないんでスピードを落として加速をしてみたいと思います。やっぱ S の方が速いね。S の方がキビキビ走りますね。いやー、インプレッサーよかったね。いやもうクロスレッグでね、デザインかっこよくて、でレボックとかね、アートバック足回りがここのとこスバルすごく良くなってるんで、ものすごく期待して乗って、がっかりきてね、上下動いい、ピチゴいいね、足はバタバタする、でがっかりしたんだけど、で中身同じだからね、インプレッサーはクロスレッグは要は車高を上げたSUV アウトバックに仕立ててる。でその5ドアハッチバックがインプレッサーですから、同じだろうと思って、乗りましたが、いやこれが全くの別物になってました。だからまず足がね、しなやかに動きますよね。荒れた路面でもね、ほんとしなやかに足が動くんで、スムーズに車が走りますね。でこうガーンとこう段差の大きいようなところでも一発で収束する。でただよく言えばもっと自己アブソーバーがいいとね、この動き自体がね、もっとこう質感の高い動きするんで、これは逆に言うと足回りのセッティングいいから、後でね、出てくるショックアブソーバー、昭和とかビリステンとかね、ザックス、今 ZF ですが、そういうものに変えればね、高いやつに変えるとね、その質感が出てきますから、ものすごく良くなると思いますね。で、なぜね、同じシャッシー、同じサスペンションを使ってね、これだけ違うのかというと、一つはショックアブソーバーのチューニング、もう一つはサスペンションジオメトリー、いわゆる足回りのセッティングの差なんですよね。でもう一つ言うとパワーステのチューニングの差です。だからこれだけセッティング変えるとね、車が変わるっていうのをね、知ってはいるんだけど、改めてね、この激変ぶり、いやだからやっぱりね、いかにね、もうずっと俺言ってるけども、返すドライバーの能力の高さ、良し悪しがね、
どれだけ車に影響するかと。だからエンジニアがこう一生懸命頑張ってね、もう知恵を絞って限られたコストの中で、工夫してもう最高の設計をしたとしても、やっぱり走らしてセッティングを作っていかないとね、回数ドライバーが良くないと机上の理論だけじゃ通用しないから、もっとここはねこう補強入れた方がいいとかね、もっと圧盤開けた方がいいとかね、いろんなことがあって出来上がったシャシー、それで、足回りのセッティング、それをまたこうそれを活かせるようなもういいセッティングにするとね、ここまで車が良くなるっていうのがね、本当によくわかるいい見本だと思います。おそらくスバルのマンパワーで、本当にトップの一番いい人が全部できないんだろうね。なので、クロストレックは能力の落ちる人に足回りやらせたんだろうね。おそらくシャシーは優秀な人に回数ドライバーやってると思うけども、最終の足回りのセッティングは多分若手とかね、下の人に任せたんだろうね。でインプレッサの方は自分がやったということで、もうこんなに違ったということで、スバルさんちょっとやっぱりね、最後のチェックする料理で言えばね、料理長みたいなね、人がいりますよ。だからこれをやった人がね、全部最後味見して、これじゃダメだってやり直せとかね、でそうやった方が絶対いいと思いますね。今それやってないのがもう今回のことでよく分かりました。なのでね、逆に言うと改善すればよくなるんだから、総料理長にねチェックさすと、で総料理長が OK って言わないと車を出せないようにするべきだと思いますね。だからものすごくこう今後のスバル期待を持ってます。でちょっとサスペンションジオメトリーのね解説ということで、写真をお見せします。クロストレックのねタイチキャンバーとこのインプレッサのタイチキャンバー、この比較の写真を見てください。いやこれ見たら分かるでしょ。同じ車でもタイチキャンバーが全然違いますよね。だから最近タイチキャンバーがこうどんどん日本車もついてきたんだけど、このインプレッサでいうとね、これはねドイツ車並みのタイチキャンバーがついてるんですよね。だからこれ FF だから、FR だったらもっとつけるんだけど、 F でこれだけつけてるってことは本当にすごいなという、素晴らしいなと思います。動画で冒頭言いましたが、ステアリングジオメトリー、これをまだやっぱりアッカーマン、日本国内が速度規制が厳しい、それに合わせる必要はないんだけど、低速に合わせてアッカーマンステアリングジオメトリーになってる。ぜひスバルにはここまで良くなってきたんだから、ステアリングジオメトリーもパラレルにね、するべきだと思います。だからドイツ車よりも安くて変わらないレベルの車がもう作れるっていうのがもう本当に見えましたから、すごく期待しますね。でこれね、あとね前回のサスペンションジオメトリーの私が解説した車おやき情報の中で、キャスター角の話をしましたよね。前輪、キャスター角もっとつけた方がいいと。で日本車は後輪がまっすぐかハの字になってるので、後輪もキャスター角をつけるべきだと。そうするとブレーキング、激しいブレーキングをした時に4輪が沈み込むような動きをして、前後のノーズダイブスコートっていう動きが最小限に抑えられると。で同志車はこうなってるから4輪が沈み込むような動きをするんだっていうのをしました。今の発売してるスバル車はフォレスターだけちょっと後ろ確認してないけども、あとは全部チェックしましたけども、後ろもねキャスターがついてますね。だからトータルでいうとドイツ車と比べて、何が今足りないかっていうと、前輪のキャスター角、
これのキャス価格もう少しつけてもらってね、そして第一キャンバーを上げてもらうと。でそう思ってたらクロストレックがかなり第一キャンバーがついてきたんで、あとはサスペンションジオメトリーをアッカーマンにしてもらうと。まあこういうところを改善してもらえればもう本当に同一車になる素晴らしい車がもう作れると思います。だからもう本当にそこまで来たという感じがこのインプレッサーのとしましたね。まあこの写真ね、ちょっとね暗くてね分かりにくいんだけど、若干後ろこうショックアップ相場が斜めになってるのが分かりますね。だからサスペンションをねまっすぐにしちゃダメなんですよね。ショックアップソーバーをキャスターつけて前斜めにして、サスペンションも同じように前斜めにして路面からの入力を後ろにいなすと。前輪も後輪もね、結構勘違いしてるこれプロのエンジニアもものすごく多いんだけど、まっすぐ人がいいと思ってる人が多いですよね。突き上げがまっすぐ入っちゃうんだね。でガツンとくるんですね。そうするとね足を柔らかくしないといけない、バンプラバーなんか、ね、衝撃するために柔らかいものを作らなきゃいけないとかね、ブッシュも最近進歩して、縦方向は柔らかく横方向硬くてできるようになったけど、そうは言っても限界があるんで相対的にブッシュも柔らかくしないといけないとかね、だから足回りを取るとまっすぐしちゃうとガッツンガッツンするサスペンションになっちゃうということになりますね。なので、斜めにしてブレーキにした時は四輪がこう沈み込んで踏ん張る、前後に車が動きにくい、ね、ブレーキにした時の前につんのめらない、沈み込む。で路面が荒れたところでも斜め後ろにこう衝撃を逃がす、いなす。そうするとロールノーズダイブスコートっていうのが最小限に抑えられて、足を硬くしなくても最小限に抑えられて、走安も良くなる、操縦安定性も良くなる、だからハンドリングが良くなるということでいいことずくめなんですね。これはだからその、車のセッティングの経験値とかね、そのノウハウ、ここを積み上げてくればそれさえ分かってればね、非常にいいものが作れてくると思いますので、僕がインプレッサーを持って感じたのは、スバルのカイストドライバーはついにその域に達してきたというふうに思いました。なので、本当にこうアウトバックのマイナーが控えてたりね、レボークのマイナーが控えたりしてるんで、いやものすごく楽しみですね。ということで、あとは CVT をやめて、もらうだけということになってきました。エンジンも素晴らしいからね。ということで、もう本当にね、インプレッサーおすすめです。僕はね、いや欲しいと思いました。正直この値段でここまでの車やってくれるとね、いやものすごく魅力が高いと思いますね。ということで、あなたの車選びのお役に立てれば幸いです。